このメーターがね、半分より下になったらフラフラ針がするんですよ。最初、このメーター側の問題かと思ってメーターをちょっと他の人のを借りてつけてみたりしたんですけども、それでも改善できなかったので、問題はこっちじゃなくってフロート側っていうんですかね、タンクの、これがダメになってるみたいなんですよ。でこれを交換していきたいと思います。ネットで注文しました。このセンサーは以前から探してたんですけども全然見つけられなくって、この後のタイプの丸い形状のやつだったらタイトルのやつがついたんですが、これはちょっと形状が違うのでこんなんですね。やってみました。ベトナムあるある純正部品、ここにもちゃんと純正部品書いてますね。こんなパーツ番号まであります。でももちろんホンダじゃないね。いけるんじゃないのかな。なかなかいい感じな気がします。部品も悪くなさそう。ちなみにね、丸め用のこのタイプは以前からベトナムでコピー部品が手に入ったんですよ。ただこいつの問題はね、ガソリンメーター、これがガソリンに浸かると変色して白濁するんですよ。で白濁するだけならまだしも、そのまんま使ってると割れてしまうというとてもガソリンタンクには使えないものだったんですけども、今回のこれはね金属だし、なんせ電気センサーなんで多分大丈夫だと思います。を外してこれね、実はここが見えるかな、映んないな、グラグラになってたんですよ。だからこうやって針金でピアノ線ですかね、これで留めて少しは改善してたんですが、もう完全にダメになってるんで、その場しのぎでした。そのまんま変えればつくと思います。ちょっとここはきれいにしさあ比べてみましょう。同じじゃない？高さとかはいけるかな。もうそのまんま何もせずにつけちゃえば穴がちょっとでかいけどまあ大丈夫でしょう。ちゃんとゴムもで、偽物はねゴムが品質が悪くて液漏れしたりする。うわ、なんかゴムの高さがうわなんだこりゃ。映るかな。
ゴムの厚みがなんか全然違います。まあ大丈夫でしょう。ちょっとね、このゴムの分厚さにびっくりしてしまいましたけど、まあとりあえずどうかなるんでしょう。高いのね、浮くのねネジが届かないいやどうしようかな。どうするか、本物のゴムに変えるか。まだこれ柔軟性あるもんな。ちょっとね、これは本物使います。いやね、こういうのがそんなにいけないんだけども、厚みが倍以上かも。2枚ってことはないよね。これでいいんじゃないか。まだ破れないでしょう。ゴムは純正使います。こういうところが偽物だね。穴の位置はでかいからでもこういうのがね、ネットで手に入るようになってベトナムもなかなかいい時代というか便利というかなってきました。そういえば配線の色は一緒やね。大丈夫だね。いやちょっとびっくりしたけど、も色は合ってるね。 OK。 打ち込んじゃえばこれでいいんじゃないかな。さあちゃんと動きますかね。メーターが今は0になってオンにすれば、あれ位置が違う。曲げなきゃダメかな。どうしようかな。さっき真ん中だったんだよな。フロートの位置が合ってないのね。どうしようかな。微調整は乗りながらですね。こんなとこでしょう。まああとは乗りながら調整していきます。